こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、私、先日買いました、こちらの山の土地でバーベキューがしたくて、そろそろいい時期なんでね、今日は山でバーベキューをしようよって動画でございます。隣の川で天然の魚も釣って、それもバーベキューで食べたいなと思います。そのために食材を買ってきました。よし、じゃあ明日バーベキュー何行こうかな。モーカ欲しい。全部ください。あん肝とモーカの星を食べちゃったらもうお腹の中はおわやだ。今日はとりあえずそんなもんで、今日はまあバーベキューといったら貝ですよね。エビもいいじゃない。これでかいね、この車。これ買おうよ。大きいのもあるね。これもらいましょう。サザエもある。サザエは欲しいね。4つもらいましょうか。大アサリの大きいやつは4つと4つ、はい。大アサリとあとハマグリ、大きいやつ。大粒はこっち側、これが一番これも大きいね。8個、8個あるよ。あとサザエもこれ。サザエ、はい、4つください。ありがとうございます。とりあえず、こんなもんっすね。あと数品、ちょこちょこっと買って、OK ですね。ただいまということで帰ってまいりました。そしたら本日買った食材がこんな感じですね。もう時期が終わるアサリですね。最上級梶島のアサリ。そしてこれ、久しぶりにこんないいアワビを見ました。天然の黒アワビですね。すごい大きくてね、本当に今ね、市場でもなかなかこんないいのなくて買ってきました。1枚1万円です。で、岩牡蠣ですね。ハマグリ、大アサリ、そしてサザエ。バーベキューといったらやっぱサザエ欲しいですよね。僕の中でサザエの目利きのポイントが一つあるんですよ。これはあくまでも僕の感想ですので。海藻がこうついてたり、こういうなんかちょっと海面みたいなのがふわふわついてるやつの方がなんか味が濃くてうまい気がする。殻が綺麗なサザエいるじゃないですか。サザエって波が強いところで育つとトゲが出るんですよね。で、波の穏やかなところだとこうやってトゲのない個体になるんですけど、トゲがなくてこういう海藻がついてるやつが美味しい気がします。今日こういうやつがあったんで買ってきました。次こちら、アオリイカですね。まだ生きてます。ほら、キュッキュッとまでいきますね。黒ムツですね。これ見るからに脂乗ってます。すごいです。脂の乗ってるムツ系の魚って、しずる感があるんですよね。見た目でもう、プルンってしてるんですよ。これ絶対うまいと思います。で、これお肉、今日これ、ハラミ買ってきました。サーロインとかは少し重たい年齢になってきましたんでね、ハラミとかレバーとかそういったものが好きです。で、こちら、アナゴも買ってきました。アナゴ、キス、血あゆ。これは天ぷらにしたいなと。バーベキューで天ぷら、良くないですか？で、あとエビですね。エビはこのヨシエビにしました。車エビもあったんですけど、いいヨシエビがあったんで、こっちにしようということで、ヨシエビにしました。さあ、そしたら、今日は前日です。明日行きますので、今日は仕込みだけしていきたいと思います。まず仕込みが必要な食材は、アオリイカ、ハラミ、キス、黒ムツ、大アサリ。こんなもんですかね。まずこちら、アオリイカですね。今からバーベキューシーズンじゃないですか。皆さんもこれ本当にやってほしい。今日アオリイカ使いますけど、スルメイカとかでも美味しいので、これね、バーベキューに持っていけば、一躍ヒーローになれます。それがアオリイカの一夜干し。めちゃくちゃうまいです。まずはさばいていきます。こんなに鮮度のいいアオリイカ使わなくてもいいんですけどね。たまたま生きたやつが安かったので買ってきました。まずはいつも通りさばいていきます。表、裏があります。どっちから包丁入れてもいいんですけど、僕はこの表側の船の上、この上に包丁を通します。で、こう通しました。そしたらここから船を外します。はい、このプラスチックみたいなやつね。これは食べれないので取ります。そしたらゲソを外して、うわ、卵がいっぱい入ってましたね。卵持ちでした。メスでしたね。そしたらエラを外して、で、皮剥いちゃいます。この先っぽのエンペラのここですね。ここから指を入れて、ビリビリビリっと。はい、皮が剥けました。で、ゲソですね。ゲソも墨袋を割らないように内臓だけ外します。で、この肝は肝で池だとうまいので、これはこれで取っちゃいます。よし。そしたら眉間に包丁を立てて、で、トンビを取ります。くちばしですね。ここも焼くとうまいです。で、目に切れ込みを入れて、目玉を外します。で、足の長いこの触腕のところ、ここ気になる方は取ってください。はい、これがゲソの仕込みですね。完璧。そしたら、耳ですね。ここもね、焼くとめちゃくちゃうまいんですよ。刺身でもうまいんですけど、ここはぜひとも持っていきたい。皮を剥いちゃいます。池だと少し剥きにくいんですけど、ちょっとこの表側の皮だけは、ちょっと取りたいですね。ちょっと弾力が強くて、ムニっとしますので、ここだけは取りたい。裏側の皮は薄いので、焼くんで、このままで OK でしょう。肝、表側だけ取っちゃいます。意外と表側は剥がれますんでね。
ほら、うわ、透き通ってますね。ガラス細工のような透明感。そしたら水気とこの残った粘膜をきれいに取ります。ここで水気をしっかり取っておくのがポイントですね。しっかり。で、こうペーパーでグリ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 やると薄皮がこうやって剥がれてきますんで、薄皮も取って、はい、こんな感じですね。で、耳やゲソも同じように水気を取っていきます。ほんでゲソに関しては軽く塩もみしておきます。ゲソはぬめりが強いのでね、こうやってザルに入れて、ザルの網目と擦り合わせることでぬめりが早く取れます。水気が取れましたらピチッとシートを使っていきます。これで一夜干しを作っていきます。このまま焼いてもうまいんですけど、一夜干しにして水気抜いてあげることによってイカの旨味が濃縮するんで、もうめちゃくちゃうまいです。もうバーベキューには最高の一品です。これ本当にね、取り合いになりますよ。バーベキューで真っ先になくなるアイテムの一つで、これピチッとシートない場合はこれザルかなんかにこういう感じにして冷蔵庫でラップかけずに1日置いとけば一夜干しみたいになりますんでね。で、ピチッとシートを使う人は必ずこのレギュラー使ってください。青色のマイルドで、緑色のレギュラーがありますけど、こっちのレギュラーの方は強めに水気を取ってくれます。マイルドは弱めに取ってくれますね。で、こうやって並べていきます。よいしょ。ゲソも並べていきます。できるだけ重ならないように、こんな感じですね。そしたらそこに軽くお塩振っていきたい。で、僕のおすすめはピンク岩塩もしくはこのもじおっていうのは海藻の旨味が入ったお塩ですね。そういうものをちょっと全体にパラパラってかけてあげると、これがまたうまいんすよ。これ両面しっかりじゃなくてもいいんで、もう片面だけでもいいからさらーっとかけてあげると本当に美味しい一夜干しができます。うわー、楽しみ。今から本当楽しみ。明日天気どうなんだろう。ほんでド晴れ。うわー、明日は楽しみになるな。はい、これでアオリイカの仕込みの完成ですね。これで1日冷蔵庫に寝かすだけ。黒むついきましょうか。鱗がほとんど取れてるんで、よっぽどいいですけど、さーっと取ります。はい、そしたら頭を落としていきます。もう鱗取った段階でこの水に油が滴ってますね。わあ、これものすごいいい黒むつだわ。おお、やっぱりね、魚屋さんが今日これ持ってってっていうやつは間違いないですね。うわ、ほら。八百屋さんもそうですよ。八百屋さんも金子さん今日これいいよっていうものはやっぱりね、うまいものが多い。ちなみに今日八百屋さんからおすすめされたものがこのもう見るからにうまそうなパイナップルと、これブドウクイーンルージュですね。このクイーンルージュはこの前買って食べたんですけど、めちゃくちゃうまかった。これ皮ごといける最高のブドウ。このパイナップルはすごいですね。これなんていう品種だっけな。僕ね、ゴールドバレルっていう品種が好きで高いんですけど、それをカゴに入れてたら、金子さんこれダメ、こっちにしてって言って、こっちの品種の方がうまいっていうので変えてくれました。とんでもなく甘い匂いがしてます。今この時期パイナップルめちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さんもスーパーでパイナップル見かけたら食べてください。これは丸ごと焼いた方が美味しいので、こうしときますか。頭は取りましたけど、こんな感じで丸焼きにしましょう。やっぱ骨ごと焼くと魚うまいんで。はい、次キスですね。天ぷら用のキスの仕込み。まずは鱗をしっかり取ります。キスもまた釣りに行かなダメっすね。このぐらいのキスね、釣り始めてきてます。また船動画でキスを釣りに行きますね。おかっぱりからでもいいけどな。先ほども言いましたけど、キスっていうのは鱗すごい強いので、鱗かいた後もこうやって綺麗にこうやって洗います。鱗の飛び散った残りがついてますんで、鱗を綺麗に取っていくと。そしたら頭を落として、そしたら背中から包丁をまず入れまして、ビビビビビッと。で、ここで開いて、そしたら反転させて、こっち側の背中にも入れます。で、入ったらここに腹骨がありますんで、腹骨を断ち切って、そのまま包丁の角度を斜めにして、尻尾の方まで行きます。で、骨を落として、ビル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 っと。そうすると背骨が取れます。で、あとはここ腹骨が残ってますので、腹骨をすいていくと。で、残った内臓もこの段階で取ってしまいます。腹骨取らない人もいるんですけど、この大きさになるとやっぱり取った方が気になりませんね。で、もっと気を使う人は、血合い骨入ってますんで、これも抜くんですよね。天ぷら屋さんのね、職人さんとかはここまで綺麗に仕事をしてくれます。で、お尻の方のヒレとかももちろん取っていくと。ここもこうやってピンセットに抜いちゃいます。そうすると、舌触りが本当に滑らかな美味しいキス天ができます。僕はここまでやんないんですけどね。はい、こんな感じですね。あと全部やっていきます。はい、お次、大あさりですね。これは必ず半分に割って、開いて、中を洗いましょう。こういうね、水管の付け根、あとこういう裏とかに砂噛んでますので、必ずこうやって割ってきれいに洗ってあげること大事ですね。はい、OK ですね。そしたら最後ですね。こちらのハラミ。こちらを仕込んでいきましょう。
柔らかいハラミ。カナダ産。約1キロで3000円。意外とお値打ちでした。ハラミですね。横隔膜です。僕は肉に関しては知識はそこまでないので、いい感じに焼肉用に切っていきます。この油とかもちょっと取った方がいいのかな。少しここら辺の筋っこい油取っちゃいましょうか。そしたら半分に落として、わあ、うまそう。ちょっとこの大きさじゃ大きいかな。じゃあいいか、このぐらいで。こういう風に切っていきます。ここめっちゃ美味しそう。はい、こんな感じ。これで2900円安いな。そしたら漬けだれを作りましょう。はい、じゃあまずニンニクですね。もう適当にすります。もう適当でいいです。漬けだれみたいなもんはもう適当で大丈夫です。ポイッと。そしたら玉ねぎ。玉ねぎもすりおろします。玉ねぎが入るとお肉が柔らかくなりますね。腹に十分柔らかいんですけどね。で、お酒が大さじ2入ります。で、お醤油も大さじ2入ります。で、砂糖大さじ1入ります。で、みりんも大さじ1いきます。で、塩。で、胡椒。で、豆板醤大さじ2。で、これを混ぜます。わあ、美味しそうなタレだな。で、この中に漬け込んでいきます。明日にはしっかり味が染みついております。はい、これで全体の仕込みの完成ですね。これをクーラーボックスに詰めて山の土地に行ってバーベキューをしたいと思います。それじゃあ移動。はい、というわけでやってまいりました。山の土地。メインチャンネルでは初めてじゃないですかね。山の奥に土地を買いまして、今聞こえてると思うんですけど、この川のせせらぎ、僕の真後ろに綺麗な川があるんですよ。バーベキューの用意もこのように進んでおります。そしてここが、僕らだけのっていうわけじゃないんですけど、僕の土地の横に面している川ですね。あそこら辺流れ込みになってまして、でここからちょっと深場になります。ここで4メーターあります。でここからぐーっと浅くなっていって、でここら辺はもう膝ぐらいですね。こういう素晴らしい川でございます。で今日はここで少し釣りもして釣れた魚をちょっと食べたいなと思います。もう最高じゃないですか。で食材持ってきたものこちらですよ。こうやってね真空パックに入れてあると楽ですね。こうやってサザエとかね、でこう開いてきたキス、黒ムツで仕込んできたお肉とかね、いろいろあります。コストコで牛タンとかも買ってきました。お肉にさくらんぼでフルーツもありますよ。でトウモロコシとかね、わさび、きゅうりも冷やして食べたいですよね。こういうのもね。じゃあまず炭を焚いていきますか。よし、これであとは放置で火がつくと思います。ほんでね、ここの土地にはこういう風に、これ分かる人いますかね、朴葉の木なんですよ。岐阜県ではこれの乾燥した葉っぱで朴葉味噌とか作りますよね。これ欲しかったんですよね、この朴葉。これもね、もともと持ってた土地の方が植えてたらしくて、どうだろう、樹齢これ5年6年とかじゃないかな。でちょっとあんまりにも大きかったんで上ちょんぱして剪定しましたけど、フレッシュな朴葉の葉っぱっていうのも朴葉寿司とかに使えますからね。しかも朴葉の葉っぱって道路に面しているところとかだと排気ガスがついちゃったりするんで香りが悪くなるんですよ。でこういう山奥の朴葉の葉っぱっていうのはとても重宝します。これは嬉しい。でここに僕マルベリー植えたり、あとこの朴葉の木の根元にムベ植えました。アケビみたいな美味しい果物ですね。おいっとおじちゃん、おっちゃんどこ行くの？カームズ釣りに行こうと思って。俺も後で行きます。あ、本当？うん、なんか美味しそうな匂いしてるから、うん、あげたら美味しそう。オッケー。バーベキューの用意しとくから頼むね。俺も後で行く。こうやって釣り要員とバーベキュー要員、そして草刈り要員、そういう風に仕事を分担してます。でここにもね、こうやってタラの木を植えました。トゲありのタラの芽、これが大きくなったら春はここでタラの芽が摘めると最高ですね。で今日は天ぷらもやりたいんで、こういう机にカセットコンロも用意しましょう。
なんだかんだね、バーベキューカセットコンロあると便利ですよ。 OK。 さて炭がいい感じですね。うわ熱っ。よし、そしたら網を敷いて、よし、あとは焼くだけ。じゃあ食材を用意しましょう。まず第一陣はこちら、じゃん。ハマグリ、クロムツ、サザエ、ヨシエビでいきましょうか。でクロムツはこのまま網でベッて焼くと絶対にくっつく。もう 100% くっつく。インターネットで網にくっつかないやり方みたいなやつ全部試しましたけど絶対にくっつく。なのでこうやって串を打ちます。串打っちゃって、これでお塩振ります。さーっと。油が強いんで結構強めにかけちゃいましょうか。ほんで暑いですね。ここ朝寒かったんですけど太陽上がってきたら暑い。やべ、届かないっていう。そういう場合はちょっとこうやって工夫して、こうですね。お、完璧。これすぐ焼けちゃいそうですね。そうしたら次はサザエですね。サザエはね、こう最初にこっち側で焼くといいらしい。でなんでかというと、ほらジューッと今サザエの中に入ってる海水が出ましたよね。で海水ができてこうするといいらしいですよ。やばい。うわ、めっちゃいい感じ。ちょっと火が強い。でハマグリ、ハマグリ、ハマグリ、ハマグリ。そしてエビですね。ヨシエビ、最高に美味しいエビです。でヨシエビにはちょっと塩振りましょうか。さーっと。おお、まだ生きてんのお前。まだ生きておりました。生命力強いですね。はい、こうやって焼いていきます。おお、うわ、めちゃうまそう。すげえや。で油が多すぎるんでもう炭がなくてもこの遠赤外線で焼けちゃいますね。うわ、エビもいい感じ。こうなったらもう網に乗せちゃっても大丈夫。お、ハマグリもブクブクしてきましたね。そしたらサザエもひっくり返して、お、いい感じですね。蓋が自動的に取れてしまいましたね。うん、いい匂い。よーし、じゃあいただきましょう。うまそう。まずはこのハマグリからいきますか。あっち。その前にこれがないと始まらないよな。よいしょ。ギノのやつ。あー、この気候がまずちょうどいいわ。暑すぎず寒すぎずね。キンキンに出てますね。プラスチック越しからでもこの冷たさが伝わってくる。うわー、綺麗。やべえ。そして後ろにはこれですよ。いいね。これもうサムネこれでいいやん。ではでは皆さんお疲れ様です。うますぎる。ビールっていうのはやっぱシチュエーションで何倍も美味しくなるんですね。じゃあまずハマグリいきましょうか。この大ぶりの肉厚ハマグリいただきます。プルプル。めちゃくちゃうまい。これ今見てる未成年の子、大人になったらこれやり、バーベキュー施設とかでこれやり、川辺のうんま。これがね最高の遊びだと思う。今僕一人で食べてますけど、後で仲間と食べるんですけど、これをね気の知れた仲間と一緒にできたらもう大概の悩みも吹き飛ぶし、これが人生の幸せだなっていう終着点ですね。これがうんまっ。武者震いがするうまさ。私の気まぐれスタッフたちはみんなああやって今カワムシを取っておりますね。岩ひっぺがすとカワムシっていう虫がいて、それが釣り餌になるんですよ。いや楽しいなこれ。エビいきますか。エビ
これはね頭ごといけるんじゃないかな。うんまっ、うわ香ばしい、甘え。こんな銀色のやつ無限よ。次黒むつちゃんいきましょうか。ちょっとね表面は焦げ焦げっとしちゃってますけど、うわ柔らかい、ちゃんと中まで火が入ってます。いただきます。うわいい、うわうまっすっごい脂だな。川魚もいいけどやっぱ海の魚食べ慣れてるから美味しいですね。黒むつっていうのは本当に脂の乗って美味しい魚ですね。深海の黒いダイヤモンドですわ。うまっ、ハマグリが驚異的にうまいね。さっきから虫がバッチバチくるんですけど、うますぎてあんま気にならないっていう。暑いんで帽子かぶります。次サザエですね。うまそう。ちょっと今日は一味を入れてみましたよ。箸で刺して、やっぱ柔らかいわ。こういう牡蠣の殻とか海藻がついたところの牡蠣は。ほらプリンと、緑の肝大好き。いただきます。肝から。うまっいやお前めっちゃ入っとるやん。もう入ってるやん。やば、もう取り返しつかんとこまでやってますね彼らは。泳いじゃってますわ。うめえ、肝のとこやばい。柔らかくて美味しいな。よいしょ。じゃあこちらちょっと休憩でお野菜食べましょうか。水野菜。そこ深かった？深い？行ってみてもええやん。トマトにマヨネーズは結構合う。いただきます。うまっ。ちょっと塩もかけて。冷やしトマトで飲む。うんまっ。魚介だけじゃなくて野菜もこうやってたまに挟むといいですよね。きゅうりもいただきましょうか。もうきゅうりはマヨネーズ。いただきます。1本目飲んでしまった。2本目。ほんでね、今後この土地をどういう風にしていこうかなって。予定はですね、ここにコストコでいいのあって、屋根付きで、ほんで横が網で、ソファーがある屋外用のやつ、あれをここにつけて、で向こうあそこの芝生のところ、あそこも僕の土地なので、あそこにログハウスを建てようかなと。あそこもかなり深いです。多分4メーターぐらい。4メートルあるって言っとったよね。めっちゃ魚います。あ、そうなの？はい、ちっちゃいですけど。まあちょこちょこ改造していきます。でこういう脇とかに山菜とかそういったものを植えて、春は山菜が取れるようなそんな土地にしたいなと。いやここは本当に買ってよかった。なんでプチ別荘みたいな感じですね。ただちょっと難点はやっぱ山の付近なんで虫が多い。マジでシャレにならんぐらいいます。もう今も僕の後ろでブンブン行ってますし、なんかアブみたいなのもいますし、カメムシもいっぱいいるし、ちょっと虫の対策だけ、対策っていうか、僕は虫の耐性をつけるしかないんですけど、こんだけ山に囲われてます。ほぼ針葉樹林なんですけど、奥の方とかちょっと広葉樹林も見えるので、クヌギとかウマメガシとかそういった木も生えてると思いますんで、夏とかはクワガタが取れるんじゃないかなと。いやここにクヌギの木とか鳥島猫1本植えてもいいですしね。なんかそういうアウトドアに特化した場所にしたいですね。次焼いていきましょうか。第2陣はこちらじゃーん、岩牡蠣、大あさり、そしてアオリイカの一夜干し。これいきましょうか。まず岩牡蠣は平らな方を下にして炭の上に置いていきます。そうすると平らの方の貝柱が外れてこうパカッと開きやすくなります。そしたら大あさりですね。でイカは切っていきましょうか。こちらですよ。おお、いい感じに脱水できておりますね。これですよ。ほらこの昆布のうまみもついてね、美味しそう。これはいい。
ではでは切っていきましょうか。まず半分、そしたら一口サイズ。OK で焼いていきます。はい、イカがそろそろ OK ですね。あんまり焼きすぎてもダメ。ちょっとこうやって周りが茶色くなるぐらいで OK ですね。そしてここにマヨネーズ一味。いただきます。まー、めちゃくちゃな食べ物。ビールがずっと飲める。これは危険だぞ。大あさり焼きマヨネーズすだち、いただきます。うわ、うまっ。やはりバーベキューは大あさりですな。ホタテもいいけどやっぱり僕らは大あさり、これがないと始まりませんね。大あさりあるある。大あさり食べてたらガリっていって口から出てきたものがこういう白い破片だった時、なんか欠けたって思ったけど、実は大あさりの蝶つがいのここのとこでした。あるよね。俺それ本当の歯だったことあるしな、治療中の。汁がうまい。汁で飲める。てか汁で飲みたい。で汁がメインだ、大あさりは。やべえ、うめえなこれうめえ。もう3本目よ。だいぶ仕上がってる。仕上がったよ。ビールの冷え込みが間に合うかどうかだわ。そこだけ。今俺の抱えてる不安全部ひっくるめても、ビールの冷やし込みが今間に合うかどうか。将来がどうのとか、年金もらえるかどうのとか、オワコンにならないのかどうかとか、死んじゃわないかとかじゃない。もう目先のビールの冷えだけ。3本目、皆さんお疲れ様です。パーン。何食べたい？お肉？お肉以外。うちお肉やってないの。ハマグリないの。ないの？うん。エビエビないの。ごめんなさい。イカごめんなさい。ない。あれならありますよ。モウカザメの心臓。焼く。なんであるの？これです。モウカザメの心臓。これ生で食べると美味しいんですけどね。焼いたことはないんで後でこれ焼いてみますか。さあもう岩牡蠣が焼けた頃でしょうね。岩牡蠣はねパカッと開いたりしないんですよ。なんでこうやって傾けて汁がダバダバって出てきたら OK。 上殻もグラグラしてるんで、よし、きたきた。あっちせーの、よいしょ。うおっ、ではいただきます。うまっ。濃いね。岩牡蠣は加熱すると真牡蠣に比べてこう身がすごくハードになるんですよね。ギュッとします。噛めば噛むほど美味しい焼き牡蠣って感じですね。やっぱバーベキューに牡蠣はいる。でも魚介ばっかもいいけど、そろそろお肉もいきましょうか。ではお肉焼いていきますよ。お肉は鉄板でいきますか。こっちである程度焼いて、で仕上げでここで炭の匂いつけて食べましょうか。ハラミで朴葉の葉っぱ摘んできますか、せっかくなんで。そしたらこの朴葉の葉っぱをもらいましょう。よいしょ。で朴葉の葉っぱをちょっとこうして、うわめっちゃいい匂いする。これはうまいぞ。朴葉の香りをこうやってつけていくと、はい。である程度火が入ったら炭で焼いていくと。仕上げ
牛タンも焼いていきます。はい、こうやって少しパリッとしましたね。やっぱ鉄板だとこのパリッパリ加減は出ないんですよね。炭の香りもいい感じ。牛タンにはお塩。よし、ハラミ焼けました。お酒変えます。レモンサワーにします。じゃあこちらのハラミいただきます。ピリ辛でうめえ。レモンサワー最高。そしたら今日のメインディッシュいきましょうか。こちらじゃん、黒アワビですね。これ1枚1万円の黒アワビ、これねなかなか最近売ってなくて、こんないいアワビ、これをメインディッシュで食べていきましょう。でこれを食べて天ぷらを焼いていきましょうか。うわー、これはうまいですよ。まずいわけないじゃない。で僕は最初に少し酒をまぶすのが好きです。ここで酒をまぶしたらこういうもので蓋をします。で蒸し焼きにしていくと。で軽い酒蒸し状態で中にある程度火を通して最後に醤油バターで味付けをしていく。それが僕は好き。さあではそろそろいい感じだと思います。よいしょ。うわー完璧ですね。ほらしっかり火が入りましたね。そしたらここにバター醤油でもう一回少し蒸します。でバターを溶かしていくと、いい感じにバター溶けたと思います。オープン。うわうまそう、完璧ですね。よいしょ。ではこちら切っていきましょうか。あっちできました。こちらアワビのバター醤油焼きいただいていきましょう。しゃーいただきます。レベル違うな、ちょっとこれうんまっちょっとうますぎる。ちょっと友達にもあげよう。しも一応これ食べて。めっちゃいい匂いする。やばくない？めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいんだけど。バーベキューで食べるクオリティじゃない。やばい、これ鉄板焼きのクオリティだね。美味しいねこれ。これうまいわ。美味しいわ。また他の従業員と一緒にまた食べます。そしたら次はいよいよ天ぷらをやりたいなと。で天ぷら穴子とかいろいろ買ってきたんですけど、せっかくこんな綺麗な川がありますので、この川でも食材を調達したいです。今から川に降りて食材を調達しに行きたいと思います。何かしら魚は釣れると思います。完璧に自給自足で魚をゲットしたいなと思います。針とか竿は勘弁してください。よし、そしたら釣りにやってきましたと。で石のところにいるカワムシを取ってきます。ちょっと僕はお酒飲んでるんで川には入りません。気持ちいいだろうけどね。でね、一番釣れるやつは黒カワムシってやつで、なんかね黒い幼虫みたいなやつ、あれが最強得餌ですね。でどういうとこにいるかというと、石ひっくり返すと糸みたいなやつに石がごちゃごちゃってついてるんですよ。でそこの中に入ってます。で取ってもらいましょうか。はい、じゃあこういう感じに取ってきてくれました。皆さんどこにいるか分かりますか？ここなんですよ。こういう風に岩が固まってて、この中にこういう風にいます。これが黒カワムシ、最強の餌です。これを針につけて釣りしていきたいと思います。いったね、気づいてるね。ここら辺溜まっているところにシュッてやると釣れた。おれ、来た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 。なんだ、釣れました。こちらカワムツですね。どこの川にもいるお魚、ここの川にもいたんですね。よし、これ食べましょう。さあじゃあカワムツを開けていきましょうか。お、カワムツちゃん出ておいで。お、ほらこれとか
実はあれからもう少しやって釣ったんですよ。これとか超でかい。ほらほら、いいサイズ、綺麗で美味しそうですね。よし、ではさばいていきます。いただきます。まずは締めていきます。そしたら鱗を取っていきます。これぞアウトドアって感じですね。結構皮むつ鱗ありますね。そしたら頭は取っちゃいます。でお腹を取ります。なんかすげえ脂ありますね。ほら、内臓脂肪あり、うまそう。そしたら包丁を拭いて松葉おろしにしていきましょうか。ちょっと骨はこのサイズだと硬いと思いますんでね。こう入れて、こっちもこういう風に入れていって、背骨を尻尾のところで断ち切ると。はい、こんな感じですね。そしたら軽く塩振っておきます。これで仕込みの完成。じゃあ揚げていきましょうか。はい、では揚げていきます。まずはこの血鮎からいきます。はい、カラッと揚がりました。うまそう。そしたら次はこちら皮むつですね。さっきそこの川で泳いでたやつ。めっちゃうまそう。皮むつ、穴子もいきましょう。じゃあラスト、大きいキス。天ぷらといったらやっぱキスですよね。さあカラッと揚がりましたと。そしたらお塩、もう今日はお塩でいきます。シンプルイズザベストですよ。こちらまずは僕皮むつからいきたいです。これさあどうなんでしょう。釣れたて皮むついただきます。うまい。なるほど。うわ、この魚もったいない魚なんだ。身はすごく脂が乗っててホクホクしてて美味しいのに、骨があるんだ。ちょっと小骨が気になりますね。でもこれちっちゃいサイズだったら丸揚げでとっても美味しいと思います。ちょっと大きいと骨が気になりますね。でも美味しいわ。味はとっても美味しい。癖がなくてすごく脂の乗った美味しい川魚の白身って感じですね。鮎みたいに香りがある魚ではないんで、どっちかというとアマゴとかそっちに近い味わいですね。次鮎、これね、そこにねほんと泳いでるんですよ。鮎のこのぐらいのやつ、もうちょっと大きいかな。でもね釣れない。もうちょっと大きくなったら釣りたいですけどね。まだ鮎の解禁日じゃないんで、鮎の解禁日になったら狙っていきたいと思います。なので今日は買ったやついただきます。うまっ。鮎美味しい。この肝の甘苦い感じがまた最高ですよね。幸せだな。この山に囲まれたところで穴子の天ぷら食べれるなんて。うわ、うまっ。ちょっと待って、穴子がうますぎる。穴子の天ぷらって偉大なんだな。プルンプルン、美味しいわ。最後キスですね。うまい。最高ですね。では最後スイーツいきますか。パイナポ切っていただきます。多分これね甘いんで芯ごといけると思うんですよね。うまっ。何このパイナップル、うますぎ。蜂蜜かけたぐらい甘い。パインのシロップ感あるじゃないですか。ぐらい甘い。ちょっと甘すぎぐらい甘いですねこれ。もうちょっと酸味があった方が俺はタイプだなこれ。果物は甘さと酸味のバランスってすげえ大事ですよね。というわけで今日は買った山の土地で初めてバーベキューしてみましたけども、最高ですね。今から夏にかけてもっともっと暑くなってきますんで、川遊びもしたいですね。
またそういう動画もね撮れたらいいなと思っております。最高のバーベキューでした。気持ちよかった。ほんで鮎とかアマゴもねまた釣りたいですね。はい、というわけで気まぐれクック山でバーベキュー編でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。